皆様こんにちは、セリナです。今回はディオール、ゲラン、イヴ・サンローラン・ボーテ、トム・フォード・ビューティー新作リップ4種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今期はイヴ・サンローラン・ボーテ、ディオール、そしてゲランなど大注目の新作リップがたくさん発売されていますよね。こちらの動画ではそれぞれのリップの塗り心地、仕上がり、香り、ティッシュの色移り、そして飲食後の色持ちについてを徹底比較していきます。少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな配信をしていくのかなどは詳細動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。今回比較していく新作リップはこちら。ゲランキスキスビーインテンス。ゲラン先進のプロテクトフィルムテクノロジーによる落ちにくさ×ミツバチの恵みが叶える濃密ケア。イヴ・サンローラン・ボーテ by SL ラブヌードリップスティック。新ふわじゅわリップ誕生。ツヤでもマットでもない未体験の質感。ディオールアディクトグラスリップスティック。グロスのツヤとリップスティックの色付き。心地よさを一つで叶える新リップスティック。トム・フォード・ビューティーソレイユ・ティンティッド・リップグロー。一塗りで唇にみずみずしい水ツヤが広がり、時間とともにキスの余韻のように幸福感の滲む血色だけがふんわりと残る新感覚リップティント。それでは新作リップ4種類の塗り心地、仕上がり、香り、ティッシュへの色移り、飲食後の色持ちについてを見ていきたいと思います。まずは塗り心地についてです。ゲランからご紹介していきます。ゲランは一塗りでも唇の色素をしっかり覆うような高発色タイプでマット質感なのに乾燥が気になる状態でもスルスル伸び広がってくれて唇にピタッと密着してくれます。今回は全20色の中から人気カラーの196デイジーローズと335ライトローズを購入してみました。唇の上にのせるとこんな感じです。高発色なマットリップとは思えないほどのかなりクリーミーな塗り心地で、乾燥するマットリップが苦手という方にもとても使いやすいと思います。唇はしっかり潤っていますが、表面にベタつきが残ることはなくて、軽やかさも残っているところがすごく使いやすいです。仕上がりとしては厚塗り感のない柔らかくふわっとしたマットリップという感じで、今っぽい軽やかさとゲランらしい高級感のある立体感や発色感を同時に叶えてくれます。重たい質感のマットリップだと古い印象に見えるのが気になるけれど、きちんと唇の立体感も残したいという方にとてもおすすめです。香りについては公式サイトに蜂蜜をベースにオレンジブロッサムやバニラなどを調香した香りと記載がありますが、甘めのフレグランスのような香りが結構強めにするので、香り付きのリップが苦手な方には少し注意が必要な印象です。続いては新感覚のふわじわ質感が話題のイヴ・サンローラン・ボーテ YSL ラブヌードリップスティックです。サンローランは仕上がりはもちろん塗り心地もふわじわ質感で、ふわっと軽やかなのにじわっとした適度な保湿感も残っていて、べたつかないけれど適度なみずみずしい保湿感も感じられます。カラーは全10色展開です。以前の動画で全色のパーソナルカラーと唇の上にのせた時の仕上がりなどをご紹介しているので、色選びの際にはぜひこちらもチェックしていただけると嬉しいです。今回は1アンドレストピンクを使用しています。唇の上にのせるとこんな感じです。こちらのリップは仕上がりはもちろんですが、塗り心地も新感覚のふわじわ質感で、ふわっと軽く色づきながら、適度なみずみずしさで唇を保湿しながらじわっと定着してくれます。マットリップだと重たく見えるのが気になる、ツヤツヤすぎるリップだとバランスを取るのが難しいという時にかなり使いやすそうです。香りについては甘さを感じるフルーティー系のものがついています。唇の上にのせるとそこまで気にならない印象です。
続いては、ツヤリップの新作の中でも特に話題のディオールです。ディオールはグロスのようなツヤツヤな仕上がりですが、ベタつきや重さが少なくて、軽やかに唇にフィットしながら自然に潤いを与えてくれます。こちらは数量限定色1色を含む全10色展開。全色のパーソナルカラーレビューと唇の上に乗せた時の仕上がりは別の動画でご紹介しておりますので、色選びの際はチェックしていただけると嬉しいです。今回は一番人気の306ローズチャームを使用していきます。唇の上に乗せるとこんな感じです。こちらはディオール初のグロスインリップスティックというだけあって、グロスを乗せた時のツヤツヤ感とリップスティックの発色の良さを両立してくれています。適度な透け感とクリアな印象はありますが、淡いカラーでも唇の色素をきちんと覆ってくれるところが使いやすいポイントです。そして何よりもこれだけのツヤツヤ感と立体感があるのに、ベタつきが少ないところも季節問わずに使いやすいんじゃないかなと思います。香りについてはバニラなどを感じる甘めのグルマン系の香りが結構しっかりめについています。時間が経つと少し弱まる印象です。最後はトム・フォード・ビューティーです。トム・フォード・ビューティーはかなりみずみずしくて重さやベタつきを一切感じさせない軽やかなティントタイプです。少し時間を置いた後でもパサついてくることなくみずみずしい保湿感を持続してくれます。今回は全11色の中で特に人気のカラーの10テラコッタと11ストレンキスをご紹介します。唇の上に乗せるとこんな感じです。今回ご紹介している新作リップの中で唯一のティントタイプです。みずみずしく軽い質感ですが、かなり発色がいいので、唇全体を覆うようにしっかりリップのカラーを楽しめます。塗り心地と同様、水っぽい軽やかなツヤ感も楽しめるので、ツヤ感と高発色なリップをお探しの方におすすめです。香りはバニラやココナッツなどを感じるソレイユシリーズ特有の香りが結構強めにしますが、唇の上に乗せて少し時間が経つとそこまで気になりにくい印象です。では、ここからはそれぞれのリップのティッシュへの色移りを見ていきます。まずはゲランです。ティッシュオフしていきたいと思います。ティッシュへの色移りはこんな感じです。かなり発色のいいリップですが、色移りはほぼしていないです。ティッシュやマスク、カップや食器への色移りを対策したいという方にかなりおすすめです。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じで、発色や質感など塗りたてと全く違いを感じないです。こちらのリップは摩擦にはかなり強そうです。では、サンローランのリップをティッシュオフしてみます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。そこまでべったりつけすぎるというわけではないですが、比較的色移りは気になる方だなという印象です。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じです。じわっとしたイメージが抑えられて、軽やかなマットリップによる感じがします。色味自体はそこまで薄まっている感じはしないです。では、ディオールのリップをティッシュオフしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。全体的にしっかり色が移ってしまいます。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じです。ツヤ感は残っていますが、発色がかなり薄まる感じがします。ナチュラルに色味を抑えたいときはティッシュオフをして使うのもおすすめですが、摩擦には弱い印象です。では、トム・フォード・ビューティーをティッシュオフします。ティッシュへの色移りはこんな感じです。かなり発色が良くてツヤも出るタイプの中では比較的ティッシュへの色移りは少なめだなと思いました。やはりティントタイプなので唇への定着感が高いように感じます。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたてのツヤ感は抑えられますが、カラーがしっかり唇に定着している感じで、高発色な感じはしっかり保ってくれます。摩擦にも強いリップだなと思います。では、ここからはそれぞれのリップの飲食後の色持ちを見ていきます。まずはゲランです。一度ティッシュオフをした後に再度塗り重ねて、この状態で色持ちを見ていきます。はい、ゲランの飲食後の色持ちはこんな感じです。塗りたてがかなり高発色で均一だったので、塗りたてと比較をすると若干唇の内側が薄まっている感じが気になりますが、それでも比較的ムラも気にならなくて、唇を覆うような発色の良さや質感も変わらずに保ってくれています。
摩擦にはかなり強いですが、水分がつくとパウダリーになって若干リップが落ちる感じが気になりました。ただ、唇を擦り合わせたり、指で軽く直すとムラも気になりにくく修正しやすい印象でした。塗りたてと比較をするとこんな感じです。はい。YSL ラブヌードリップスティック。飲食後の色持ちはこんな感じです。全体的に色味が薄まっているのと、ツヤ感もかなり抑えられて、柔らかいふんわりマット質感に変化しています。ただ、完全に色が取れてしまうというよりも、ほんのり淡いニュアンスでカラーが残ってくれるので、顔色が悪く見えることもなく、絶妙に使いやすいです。飲食後も軽やかなふわじわ感は残っていて、乾燥が気になりにくいところもいいポイントだなと思います。塗りたてと比較をするとこんな感じです。はい。ディオールの飲食後の色持ちはこんな感じです。ディオールはティッシュオフをした時にかなり色落ちが気になりましたが、飲食後はこんな感じで、塗りたてと比較をすると色味は少し収まっていますが、それでもきちんと残っていて、ツヤも綺麗に保ってくれます。こちらは摩擦には弱めですが、水分や油分にはかなり強いタイプのツヤリップなんじゃないかなと思います。ツヤが残る分、塗りたてのイメージと大きく変化しないところも大きいポイントかなと思いました。塗りたてと比較をするとこんな感じです。はい。トムフォードビューティー飲食後の色持ちはこんな感じです。このくらいの距離で見るとかなりしっかり色が残っているように感じますが、近くで見るとこんな感じで、どうしてもティントタイプなので唇の内側はしっかり染まって色が残っていますが、外側に行くにつれて色味が薄まっていく感じが気になりました。ただ、色味が薄まっている部分も完全に取れてしまっているわけではなくて、ほんのり血色感は残ってくれています。塗りたてと比較をするとこんな感じです。4つのリップの飲食後の色持ちを比較するとこんな感じです。4つの中で一番色持ちがいいと感じたのはゲランとディオールです。ゲランは若干水分に弱く唇の内側が薄まるのが気になりますが、それでも発色の良さと質感も変わらずに保ってくれます。反対にディオールは摩擦崩れは気になる印象でしたが、水分や油分への耐性はかなり強めで、飲食後もツヤが残ってくれるところがすごく使いやすいなと思いました。はい、ではこんな感じで新作デパコスリップ4種類を徹底比較していきました。新作リップはどれも保湿しつつベタつかないのが共通点になっていて、色持ちも比較的いいアイテムが揃っているなと思いました。少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。